喜寿です。今日も今日とて沖縄の川にやってきてるんですけれども、沖縄の川で取れる生き物はせいぜい大うなぎ、あとはミキユウ、テナガエビ、あとコイとかそういったもので、違うの食べたいなそろそろと思って、なので今日は僕の知ってる鮮魚店があって、そこで俺的に一番沖縄で美味しいわけ、そこにお願いして北海道のアイヌが暮らす場所からとあるものを送ってもらいたいなと思います。それをちょっと願って届いたらそれを今日は食べていきたいと思います。オープン。おいしいイエスということで、あれから4日が経ちました。で、今から届いたっていうので取りに行きたいと思います。那覇の町までレッツラゴー。はい、降りた鮮魚にやってきました。これが美味しいのよ。魚美味しいっすよね、こっちね。これ出てるんだけど、うわ、後で開けてみて。楽しみ、ありがとう。はい、よいしょー。じゃじゃじゃん、どうしても食べたかった銀鮭手に入れました。だいたい 3,4 キロぐらいかな。今回は俺が一番沖縄で美味しいと思ってる鮮魚店、降りた鮮魚店からこれをもらいました。本当に鮭が食べたくて夢が叶ったように嬉しいです。ありがとうございました。ということで今日はこのまずさばいてみて、入ってたらイクラを使ったものとか、またこの鮭を使った料理をゆっくり楽しんでいきたいと思います。それでは開封していきましょう。じゃん、開けてみるで。オープン。うわ、いいサイズだね。こんな感じ。これに入ってるので一回開けていこう。袋から出そう。いや、鮭見るの初めてだな。本当は自分で取りたかったんですけど、まだ鮭取れるところの方たちと知り合いがいないので行けない。繋がれたら自分で鮭取って食いたい。オッケー、じゃあ行くぞ。秋鮭だぜ。うわー待って、もうイクラが漏れてる。うわ、来た。最高、すごっ。じゃじゃん、銀鮭、秋鮭です。見て、これでお尻から卵、イクラが見えちゃってる。これを見たかったのさ。出した感じ、もうぬめりが一応すごいから、一回ぬめり落としたり鱗落としたりして調理していこうと思います。うわ、うまそう。見て、多分寄生虫だと思うんだけど、なんだろうね、イカみたいな、ちっちゃいイカみたいなのがついてんだけど、イカか寄生虫どっちか。オッケー、じゃあ早速なんですけれども、鱗落としていきたいと思います。いやー、沖縄で取れたらいいのにな。いつか取りたい。でも鱗取られてる。あ、鱗細かいのか、鮭って。マジで初めまして、何もわかんない。見てこのぬめり、わかる？見て、ぬめり死にっぱいある。オッケー、じゃあ反対。思ってたより鱗が全くないかもしれない。これ寄生虫かな、イカみたいなやつ。オッケー、はい、ちょっと洗ってきます。はい、ということで観察していきたいなと思うんですけれども、これは銀鮭、秋鮭と言われる鮭です。寒いところで産卵のために川にやってくるんですけど、その時にイクラが入ってる鮭が取れるって言われてます。で、北海道とかでは川にいる鮭は取っちゃダメとか色々あるんだけど、だからそのルールをしっかり守ることができつつ、取ることができれば一緒にね、人生で一回は鮭を取って自分で食べてみたいので、その夢が叶うといいなと思ってます。で、イクラが入ってるのでもちろんメスです。オスでたまに白子が入ってる子がいたりするんだけど、今回はもしかしたら先にチェックしてくれたのかもしれない。今鱗だけ落としたんですけど、鱗はものすごい細かくて、あと表面のぬめりがすごい。ぬめりめっちゃ包丁でさ落とさないともうヌルヌルしてさばけないぐらいだと思います。はい、じゃあこれをお腹割ってイクラ見ていきたいと思います。オッケー、じゃあまずイクラのタレ作っていきます。沸騰させようね。鍋に料理酒とみりん入れます。これでアルコール分を飛ばす。これやってる間に魚さばことみりん1対1ぐらいだね。オッケー、これで火にかけて待ちます。オッケー、じゃあこれは冷ましておきます。アルコール飛ばしただけ冷ましておく。オッケー、じゃあ念願の鮭さばいていくぞ。で、これさ、卵あんまり傷つけやすいらしいから、ゆっくりね、あまり包丁奥まで入れすぎないようにやるのがコツらしい。卵できるだけ傷つけないようにいくぞ。はい、卵傷つけんように。うお、いいんじゃん、いいんじゃん。
あ、いいよ。傷つけないでやってきてるぞ。中入れような。浄土やべえ、出てきた。開けるぞ。うわ、イクラめっちゃ入ってる。すげえ、やべえ、イクラの量すげえ。うわー、初めて見た。アイヌの住む国から届いた銀鮭です。イクラたっぷり、すげえ。オッケー、じゃあこれイクラ取るとゆっくり膜外していきます。卵だからね。はい、1個。はい、2個。やべえ、イクラ取れた。卵に全部持っていかれて、あとはすっからかん、何も入ってない。で、はい、これ血合いにちょっと土つけて OK、 流す。はい、 OK。 じゃあ先にこのイクラを処理していこうかなと思うんですけど、この時に使うのが50度から60度ぐらいのお湯と塩、温塩水を作っていきたいと思います。じゃあこれにイクラ入れて、でここにこれ温めておいたお湯を入れる。入れて、ここに塩入れます。はい、塩は内縄口で回す。はい、回す入れる。はい、回す入れたらこれでイクラほぐしていく。こんな感じで膜から取れてくるので、それで OK。 膜からイクラを取る作業。イクラをバラバラにする。この膜はいらんからさ、この時にイクラ潰さないように優しくやってあげよう。ほら、これみんなが見たことあるイクラになってきたんじゃん。うわ、綺麗、すごくね。イクラだぜ、イクラ。嬉しい。折田鮮魚マジありがとう。で、この折田鮮魚全然紹介してとか友達だからとかじゃなくて、本当に俺は沖縄で一番美味しい魚扱ってる場所だと思う。惣菜とかも売ってるし、魚も丸々刺身とかで買えたりもするんだけど、味がいいよ全部で。美味しいので、よかったらみんなも折田鮮魚行ってみて。で、今回は俺のわがままマジ聞いてくれた。鮭欲しいって言ったら注文してくれたんで、ありがとうございます。本当にいい感じじゃん。 OK。 はい、したらこれに移すぞ。うわ、イクラ出た。美しい。これに移しとこう。 OK、 もう一回。あと1個。はい、これもさっきと一緒。うわ、すげえ、見て。うわ、なんじゃこれ、なんじゃこれ。見てー、みんなが知ってるイクラで、これちょっとさ、そのまま食べてみようね、一回。いただきます。うん、うわ、イカの卵に似てる。食感はイクラなんだけど味がついてない。なのでさっき味付けしてたこれあるさ、みりんと料理酒をあちらしてたやつ、これに醤油と白だしを入れて、これにつけていきます。だいたい1対1、全部1ぐらい同じ割合で入れる。だしはちょっとでいいかな。だしはちょっとにしよう。はい、美味しい。じゃあこれを、はい、これに移してイクラ入れるぞ。はい、入れたら、はい、味付け、こいつらが浸かるぐらい。バッチグ。オッケー、これで蓋をしてクーラーボックスに入れて冷やしときます。だいたい1日。オッケー、じゃあさばいていくぞ。で、これ銀鮭、ほんとに鮭とかさ、サーモンは別らしいよね。で、さばき方がさ、わかんないんで、普通にさばいてみます。やばい、いろんな疑問が出てきた。サーモンって出汁出るのかな。サーモンから出汁取ってシチュー作ってみたいやつさ。まず一回3枚おろし、普通に3枚おろしする。あ、身柔らか。あ、鮭って身柔らかいんだ。うわ、普段さばかないピンクだぜ、色が。うわ、綺麗。一緒に切るじゃん。してみるんだ。あ、骨柔らか。全部腹骨長っ。腹骨長っ。どこまである。腹骨すいてしまった。あ、こんなして切れる、もしかして。あ、これでいいのか。鮭身柔らか。ちょっと置いとこう。反対側もやってみよう。後ろにここだけ身がくっついてるってこと。まっすぐ入れるんだな、包丁。海の魚とかはさ、結構さ、斜めとかに入れたりすることもあるんだけど、包丁の角度が。サーモンめっちゃまっすぐだな。ちょっと身残っちゃった。で、ここまで来たら、もうこれ骨だろ。腹骨たっきれるやつさ。オッケー、鮭。オッケー、じゃあこれ腹骨取っていきまーす。オッケー。腹骨こっからここまであるぞ。すごいな。はい、ちょっと反対に入れて。オッケー。腹骨すきます。
こじゃなくてここに骨があるのか。手で抜ける。おい鮭ちゃん、あんたのこの中骨手で抜けるやないかい。あ、ちょっと歯出るから。おい、抜けた。ピンセットないので手もしくは歯で取ります。これはちょっともう切っとこう。これは切っとこう。骨取らんでいいや。食べるときに取れ。はい、オッケー。オッケーということで、ある程度さばき終えたので早速調理に移っていこうかなと思うんですけれども、今日はいろいろ炊き込みご飯とかいろんなもの作ろうかなと思ったんですけど、すでにやってる方もいるので、今回は鮭の煮付けと鮭の炙り親子丼作っていきたいと思います。あんまり生で食べるのは良くないって言われてるんですけど、この秋鮭とかは。でもまあ食べないと分かんないので食べてみたいと思う。美味しいはずよ。煮付けのものはどうしようかな。ちょっと大きめにこれぐらいで切っとく。これに入れてく。これ2つ分ぐらいでいいか。はい、煮付けの鮭 OK。 煮付けでこれ先にタレ作りたいんだけど、はい、じゃあまずはい、醤油、酒、料理酒、みりん、あとははい、砂糖。 OK。 これに一旦火かけていきます。で、後で味見ながら水調整していきます。 OK。 これしめじも入れとこう。しめじとチンゲン菜入れときます。美味しそう美味しそう。少しアルミホイルで蓋しよう。で、これも師匠から教えてもらったんだけど、蓋するとき一回くしゃくしゃにする。くしゃくしゃにした状態で蓋をすると、そのまま取るときにアクがアルミホイルにくっつくからいいらしい。そして蓋代わり。はい、レッツゴー、頑張れ。 OK。 じゃあサーモンの親子丼を食べるときはどうしようかな。この辺り食べる。これぐらいでいいか。これを一回皮引こう。基本は皮引かないよ。なんでねって言ったら、皮で取れた魚のものもあるから菌がいる可能性があるよって折田の人が言ってたんですけど、いや、それは食べてみないと分かんないぞっていう話になって、ちょっと食べてみることにした。これを毎回炙ってみようかな。少したたきみたいな感じで火入れて刺身にしてみようと思います。オッケー。じゃあサーモン親子丼炙りするんだけど、巨大バーナーで炙っていくぜ。いけー。デジーニュースら10時いってる。イエッヘー。わーお、上出来。うまそうじゃん。わーわー。うわ、超美味しそう。その半分から切っていい。うわ、いいね。うわ、超うまそうじゃん。ここで切れるか。この面で。あ、切れる。バッチリじゃん。死にうまそう。はい、バッチリ。鮭のたたきです。うわ、ネギめっちゃいい香りするわ。これは合うだよ、鮭に。はい、バッチリ。はい、煮付けできたぞ。じゃじゃーん。死にうまそう。うわ、いい感じ。これでタレかけるよ。うわ、デージうまそう。で、これにネギを振りかけてあげれば、はい、完成しました。鮭の煮付けです。めっちゃうまそう。うわはははは。今ご飯炊けてるの待ってるんで、ご飯炊けたら炙り親子丼も持っていきます。
オッケー、じゃあ土鍋で炊いたご飯も炊けたので盛り付けていくぞ。こっち側からか。すごいハムみたい。デジうまそう。はい、大葉ちゃんを入れ、大葉ちゃん。わー、オーマイガーシュ、オーマイガーシュ。いくら1日経つの待てないので食べちゃいます。でもいっぱいあるからいくらで作れる。こんなのしたことない。こんなのいいの。ありがとう、折田鮮魚店。わー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 、オーマイガーシュ。ノーノー、オーノーノー。贅沢すぎる。これやば。1匹1万円以上しますからね。これで卵ちゃんでちょっと黄身だけもらいます。はい、真ん中に来る。あんたいける。おお。でネギ最後ちょっと振るぞ。あ、天才か。えげつい、えぐいうまそうなのできた。はい、ということで完成しました。今回ですね、アイヌの住む北海道のエリアから送られてきた紅鮭の炙り親子丼と鮭の煮付けでございます。死にうまそう。うわーオッケー、それじゃああったかいうちにいただきます。感謝感謝。で、この秋鮭、いわゆる銀鮭は一回冷凍した後に菌を殺して解凍して食べるっていうのが生で食べるやり方なんですけど、当たるか当たらないかは自己責任です。なのでしっかりね、ノルウェー産とかっていう鮭、本当に生で食べれるようなものなんですけど、海にいるからこの銀鮭が川を登ってるので川の寄生虫がいるかもしれないので、食べる際は自己責任で、そんな食べない方がいいと思うので気をつけてください。はい、じゃあ卵割ります。いくぞ。わー、レッツゴー。うー。じゃあ待ってよ、あったかいうちにこの煮付けから食べてみていい？いただきます。やばい、煮付けうますぎる。こっちね。うわー、わざと強火でやりました。前回師匠に教えてもらったんだけどさ、強火に一気にやった方が旨味が逃げない。で、火も通る。でもやりすぎたら硬くなるから注意しろよっていうのがあったんですけど、強火でささっとやったわけ。死にうまい。で、味が濃ゆいからなんか欲しくなるけど、しっかり魚の味とかキノコ、あと野菜入れてるから意外とさっぱりしててうまいかもしれない。今日初めてのご飯。うわ、鮭美味しい。止まらん。油もデージ乗ってるな。最高。じゃあこれいただいていい？うわ、いくら味染み込んでるかな。いただきます。やべえ。うわ最高。甘っ。この鮭いこう。炙りの方ね。うわ、香り出てる。うわ、鮭一匹でこんなクオリティの味が出せるので上司。わお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 。最高。いくらやば。煮付けも上等どうこれ。全部一気にいただきます。うまい。これ鮭親子丼いただくぜ。いくら。わーお、いくらいっぱい。こんなにいいの？食べていいの？あー、うまい。炙り鮭もなかなか美味しい。美味しすぎてもうなくなりそう。うまい。おいしい。イエイ。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。いつもはですね、沖縄の川でハンティングしてるんですけども、冬ということで鮭を食べたことがなかった。そしてお腹にイクラが入ってる状態の鮭も見たことなかったので、折田鮮魚店の方にお願いして今日は鮭を食べました。
えぐいぐらい美味しかった。で食べてから5時間ぐらい経ったんだけど全くお腹も痛くない。なので当たってないと思います。でもキジさんあんまりお腹当たらないので、それで当たってないのか鮭が良くて当たってないのか分かんないんですけれども、銀鮭とか秋鮭とかは生で食べると食中毒になる可能性もあるので、子供たちそして見てる皆さん真似はしないようにしてください。それじゃあ幸せでした。また次の動画見てください。バイバイ、またね。